こんにちは、グリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のポジネガファンダー、チャートなどをまとめてみていきたいと思います。ビットコインの価格は現在96,900ドルあたりを推移しております。発表された指標の方では、ポーランドの政策金利、米各指標がありました。市場は未だに米金利、米ドル安傾向となってまして、日銀の追加利上げ警戒などもあってかですね、引き続き円高、ゴールド高傾向となっています。でまた最近の金の高騰からビットコインが金建てで下落傾向になっているのも一部で注目されています。で米株各指数は続伸してるんですけども、ビットコインは現状維持という展開で比較的弱くなってますね。個別株の方ではマイクロストラテジーがストラテジーに社名変更したことが話題になっています。今まで以上にビットコインに注力することを強調するための変更とされています。でまたマイクロストラテジーは第4四半期の決算で総収益が 1.2 億ドル、純損失が 6.7 億ドル計上となってまして、事前予想以下だったことも取り上げられています。あとはビットディアがカナダの発電プロジェクトを買収したという報道も出てますね。株価はそれぞれマイナス 3% となっています。あと ETF 関連ではブラックロックが欧州でビットコイン ETP の上場を計画してるんじゃないかという報道が出ています。米国では圧倒的な支持を得てますけども、欧州方面で承認されるのかどうかというところが注目されてますね。あと他では SHIB、BZX がビットワイズとグレースケールのイーサ ETF のオプション取引の上場申請をしたりしてます。あと昨日の米国のビットコイン ETF のフローは現時点では全体でプラス 0.22 億ドルの流入となってます。香港はプラス 15.86BTC とビビたる流入となってます。ビットコインの先物の方では OI は全体でマイナス 0.50%、額としては575億ドル相当、比率として全体ではロングが 53.0%、バイナスミはロングが 64.6% と上入りになっています。他各所の見解ではですね、トランプ大統領の関税導入によって脱米ドル化が進んでですね、ビットコインに資金が集まるんじゃないかとか、ETF が成熟することで2028年にはビットコインが50万ドルに達するとかですね、あとはデジタル資産の採用拡大で株と仮想通貨の相関が弱まるんじゃないかとか、あとは10万ドルのサポーターが割れてるんでさらに下落するというですね、コインシェアーズ、スタンダードチャータード銀行、シティらの見解が注目されています。今後の指標としては本日2月6日に英国チェコの中銀政策金利、2月7日にメキシコインドの中銀政策金利、米雇用統計、2月8日に米ミシガン大学消費者信頼感指数などが控えております。そしてオンラインチャ企画ですね。昨日の私の予想ではここ最近各国の動向やファンダで価格が揺れすぎてるんで、そろそろ市場も体勢がついて、単純に価格を戻すんじゃないかということで、2月6日 AM6 時点のビットコインは昨日の 98,002 ドルよりも上という予想でした。結果としては円高、ゴールド高のリスクオフ傾向継続の中ですね、米株各指数は続伸してるんですけど、ビットコインは一時の期待が収まったせいか単独で弱くなってまして続落。そして判定時刻の2月6日AM6 時点のビットコインは 97,323 ドルということで、昨日の 98,002 ドルよりも下なんで外れです。あっという間に3連敗。はい、続いて明日の予想ですね。ここまで単独で弱いと、もう一段下の 94,000、92,000 あたりまで視野に入ってきそうですね。今までの乖離分戻すってのも考えられますけども、雇用統計が明日で、タイミングが中途半端なんで明日も続落と見て下にします。なので2月7日 AM6 時点のビットコインは現在の 96,965 ドルよりも下、これでいきたいと思います。指標としては本日21時に中銀政策金利が控えております。それらの時間帯にどのように動くのか注目ですね。あとはイーサですね。イーサの価格が現在2780ドル、BTC 建ては 0.0286 と、先物の方では OI は全体でマイナス 0.14%、額としては231億ドル相当、比率として全体ではロングが 51.0%、バイナスミはロングが 76.1% と上入りになっています。ETF は現時点では全体でプラス 0.18 億ドルの流入となっています。香港は更新なしとなってますね。イーサ関連の話題ではイーサの供給量が 1.2 億イーサと約2年半前の水準に戻っていることが注目されてまして、インフレが懸念されています。BTC 建ては緩やかに戻ってますけども、0.030 の攻防に戻りきらずにですね、推移してます。イーサ内部やトランプ関連の動きからですね、ファンダとしても厳しくなってますけども、ここから再度浮上できるのか注目ですね。あとその他の動向では SEC がリップルとコインベース訴訟の担当をしていた弁護士
10レールを使用 IT 部門に移動させたことが話題になっています。SEC は最近立ち上げた暗号資産タスクフォースの概要を発表したことが話題になってましたけども、人事的にも仮想通貨への対応が変わりそうな動きになってますね。あとは FDIC がチョークポイント 2.0 作戦に関する新たな文書を公開してまして、銀行側の仮想通貨界隈への対応を見直すと発表しています。こちらも連日銀行側が一方的に仮想通貨を規制してたチョークポイント 2.0 作戦が問題視されてましたけども、 FDIC は仮想通貨に関するガイダンスを再考するとしてます。一部では銀行が仮想通貨を保有する時代が近いんじゃないかと見られてますね。こちらの今後進捗にも注目です。あとアルト関連では XRP レジャーが1時間ほど停止したのが話題になりました。顛末としてはですね、ユニークノードリスト UNL からの検証で弾かれてトランザクションが取れなくなって、 XRP レジャーが停止で、その後あるバリデータが手動で以前の状態にリセットして復旧したと見られてるんですけど、この動きや仕組みがですね、また界隈で物議を醸してるんですね。でまず仕組みに関しては、通常のイーサとかであればトランザクションを検証するためにですね、100万ほどあるバリデータがランダムで選出されて検証されるんですけども、この XRP レジャーに関してはトランザクションを検証するための信頼できるバリデータと呼ばれているユニークノードリスト UNL が35個ほどで固定されてて、その UNL の 80% 以上の承認が得られればトランザクションが通る仕組みになってるんですけど、これがビットコインなその他仮想通貨界隈から言わせればですね、そもそもこの仕組み自体が非中央集権的じゃない、分散化できてないと、ある一定の権力を持った人が操作している中央集権的なシステムだと批判されてます。あと今回停止したケースから考えるとですね、このユニークノードリストが承認しないようなトランザクションを流すことで意図的に XRP レジャーを停止することができるんじゃないかということも指摘されたりしてますね。でこれらの批判に対して XRP レジャー側はですね、ビットコインやその他アルトチェーンもチェーンが止まったことくらいあるだろうと反論してます。リップル XRP がですね、その中央集権的であるというイメージは海外ではもう普通なんですけど、今回ねトランプ大統領就任から、米国とかリップル XRP に可能性を感じて入ってきた新規とかはですね、この辺はどう思ってるんでしょうかね。XRP の価格は市場に沿った動きになってますけども、こちらもここから反転できるのか注目ですね。あとその他資金調達リリース関連では、マルチチェーンインフラリザボイヤーが1400万ドル調達、ベラチェーンがトークノミクス公開となってます。でこのベラチェーンはね、エアドロ前は熱いと言われてましたけど、このトークノミクスが公開されてから、だいぶ批判されてるイメージがあります。このバイナンス内の BNB 保有者に 2% 割り当てるとかですね、この辺も批判の種になってると思うんですけど、こちらも上場後ですね、どのような格好をつけるのか見ものですね。今日はこのトカスが何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。